ひなちゃんはとっても悩んでいた。だから唐揚げと卵焼きとかでいいんじゃないの？あと甘辛しょっぱいきんぴらとか。ダメ！茶色のダメ！もっと可愛いお弁当でないとダメなの。他自己真的很可爱，旁边的猫猫也是。啊！哦，他喜欢的人吗？ねえ桐山くん。ってあれ早っ。もうそんなに向いたの？ああ、はい。明日は日曜日。しかも綺麗。桐山くん器用ね。呼んでよかった。4キロも買っちゃったから。ひなちゃんの中学の野球部の試合があって、僕渋川に行って食べたことないんです。この茶色い皮って食べられるとこだったんですね。そうよ。我好像也吃过这种带皮。そしてどうやらその試合には哦，ひなちゃんの他有出るらしいのだ。牛乳屋さんの子なんだよね。高橋くんって背の大きい子。高橋。自分家の牛乳片っ端から飲んじゃいました。啊，这好可愛啊！それが今じゃひなの学校の野球部のエースでアイドルだもんね。で、彼女はその気になる人、どうやら高橋くんというらしいに手作りのお弁当を手渡したいらしく。競争率上がっちゃったね。ひななんて小学校の頃から高橋くんのこと好きだったのに。妈呀，我也有一个从小学喜欢的人。そういう風に言わないで。お姉ちゃんのバカ。あはい、ごめんごめん。で、僕は今そんな乙女の一大イベント前夜を目の当たりにしているわけなのだ。渋川二葉の栗の皮を剥きながら。他超认真，还超搞笑了。零。これでどうかな。どれ？見せてごらん。リンゴ型のかぼちゃのコロッケとおにぎりで作ったお花畑か。かぼちゃ茹でて潰して丸めて粉つけて卵とパン粉まぶして。好细致。9時半に家を出るとして初めて作るものは危険だと思うな。だって時間読めないし、読めないと焦るし、焦ると失敗したりするじゃない？ほら味付けとか。じゃあどうすればいいのよ。だからほら、唐揚げと卵焼きと赤いものが欲しかったらプチトマトとか。あ何か食べれそうなものはないかにゃ。そんなのやだ、ありきたり。おばさんっぽい。絶対ダメ。好搞。おい、ひなこれに決めるんだもん。はい。哦，两个姐妹都很可愛。大変、もうこんな時間。マルエス10時までなのに。お金が。お姉ちゃん、これ買いたいんですけど。这就是很真实的亲人关系，最后还是要找到。卵、ブラックペッパー、ラディッシュ、オリーブ、アボカド、アスパラ、ヤングコーン、バルサミコ酢、レモン、マッシュルーム、パプリカ、もっと撫でてこれを。ズバリってあんたどんだけ作るつもり？っていうかいくらかける気？コストパフォーマンス。对呀、而且就是做一个便当。料亭のお弁当よ。なんでよそんちのこのお弁当代でうちの食費から3000円も？うちなんて牛乳だってそこでの158円でしか買ったことないのに。嫌よ。何よ。よその子って言うなら、にゃんたちだって桐山くんだって啊，还是不一样的。何よ。お姉ちゃんばっかよその子にどんどんお金使って。姉ちゃんよその子。不哦，别伤他。どこから来たの？ママのお兄ちゃんじゃないの？まあすみません。気まずい。ごめんなさい。ああ、いや、こっちこそ食費払うって言ったんだけど、あかりさんなかなか受け取ってくれなくて。でもこれでちゃんと受け取ってくれるようになるかも。そしたらもう僕も申し訳なくないし。お姉ちゃんってね、何でも拾ってくるの。犬とか猫とか。昔からなの。ガリガリの子を見るとほっとけないの。
善良美丽。又一转到桥的这边，一下整个都昏暗起来了。そして日曜の朝。这个时候真的不能尝试新的料理，我觉得。啊！所以这些食材算是零给他买的吧？啊，屋子也很可爱。太真实了。意外に高いんだな、カーテンって。でもこれでやっとゆっくり眠れるぞ。しばらく対局がないし、いい機会だから今のうちに家にいるものそろそろちゃんと揃えないと。あと椅子と机と本棚と。ああ、ここひなちゃんの中学校か。おお、あれが噂の高橋くんか。でけえ、本当に中。跟小时候真的大变样。あ、いたいた。お弁当間に合ったのかな。哦。ホームラン。哇，真的比别人都高出一截儿啊！本当に打っちゃったよ。うわ、めちゃめちゃ少年漫画の主人公っぽいんですけど、ひなちゃんのあんな顔見たことねえ。完全陷进去了呢，少女。这谁呀、啊？天呐，他不会还被这种对待过吧？成阴影了。着替えたら松田に集合な。え、松田？もんじゃ？腹減った。高橋くんは。高橋も行くだろ、松田。果然很受欢迎呢。高橋くん。松田。哦，宝贝。よし、じゃあもんじゃだ。これ何しよう。高橋ほら。救命！我。奥边。ダメだよ。这也太温柔了。どうして渡さなかったのって。せっかく作ったのになんでって。なんだ。お姉ちゃんにはわかんないもん。なんで泣くんだ。だってお姉ちゃん綺麗だもん。哦。お料理だって上手だし。姐妹之间肯定会有这种比较的。ゆうべも
さっきまでだってあんなに嬉しそうだったのに。うん、帰ろう。帰ってみんなで食べよう。女の子ってわからない。很好懂啊，没送出去多伤心啊！そっか、渡せなかったのか。残念だったわね。頑張ったのにね。もう泣かないの。わかるわよ。お姉ちゃんも渡せなかったことあるもん。わかるわよ。让他看到，就算是这么完美的姐姐，也有这样子类似的时刻呢。そりゃあるよ。ひなと同じだよ。可愛いの作りたくて張り切って頑張って焦って失敗してだからつい口出し啊，小时候也好可爱。哦，想妈妈了。お腹いっぱいになっちゃったのかな。どう桐山くん。ひな啊，これ怎么了？还好没有送出去。哦，我完全做不来便当，我感觉我做出来的也肯定是一言难尽。見えた。はい。勝ったの僕ですよね。うん、ああ、まあ、現象としてはそうとも言うがな。現象、啊，事実なんですけど。ああ、はいはい、わかりました。お前の勝ちでいいよ。それでお前の気が済むならな。何それ。いかにも仕方ねえな、はい的な物言い。さあ、もう一回だ。俺が先手な。で、俺が居飛車で、お前がもう一回一手損角代わりな。しかも何それ。俺ただの練習台だ。小さいよ桐山。ことは気を要するんだ。一手損角代わりなんてこのままのさばらせておくわけにはいかないんだよ。じゃあ振り飛車させばいいじゃん。俺は居飛車党なんだよ。俺の苦手戦法をそのままにしておいていいのか。いいよ。俺研究は一人でやる方が性に合ってるんだ。但是真的带来了很多欢乐呢互いに。高め合う貴重なライバルを失うことはお前の将棋人生において多大な損失なんだぞ。分かっているんだろうな、本当は。桐山、時は急を要する。だから一刻も早く二人で探し出さねばならないんだ。むしろお前こそが探し出さねばならんのだ。一手損角代わり潰しの特効薬、そう、二階堂ワクチンを。啊啊！わかんないのかな、もう。いや、わかるけど。わかりたくもないよ。グッモーニング。朝の9時にいきなりアポなしで現れ、特効薬の開発だとか言われても、しかも俺真的像龙卷风一般闯进他的生活。って聞いてる人の話。这怎么还有电音？買いに行こうか。何食う？ちゃちゃっと
ーガーはギガメックとか二階堂好きそうじゃんか。ギガベックか。いやよそう。桐山はいつも何食ってんの？俺か。俺は一人の時はパンとかニコニコ弁当とかメックとか吉田屋の牛丼とかかな。ああ、でも最近は時々知り合いの家で晩ご飯を食べさせて。好小一坨。啊！但是他可能只是看中了他的外形象。好可爱的发型啊！レイ君、そちらは？不会吧？一见钟情？灵也好可爱。桐山君の親友の二階堂春信と申します。晩ご飯はもしよかったらあなたも。太明显了吧，明理姐。ありがたいお言葉。ではぜひ喜んで。ねえねえバダラ、またって。古いけど。这样的话，灵跟明理姐是就没戏。ごめんなさい、桐山君。いや、ひなちゃんが謝ることでは。这点他跟他妹妹倒是如出一辙呢，完全看得出来。战桃丸。情人眼里出西施。那灵完全不是明理姐的取向。買い出しの日だったからだいたい何でもできるわよ。唐揚げ、ハンバーグ。ハンバー、いえ、薄味でタンパク質控えめであれば。すいません、なんでもないです。啊，因为他的身体本来应该不吃这些的。味が好みなのね。おかしいわ。その豊満なボディはそんなメニューでは維持できないはず。もしかしてダイエット？いけないわ。そんなことしたらその手間のような美体が。でもそうよね。気にするわよね。お年頃ですものね。メタボリックな自分。もしかしたらもっと事態は深刻。いけないわ。いくらふくふくが魅力でも健康でなければ意味がないわ。啊！美味しい。薄味なのに。よかった。よく噛んでゆっくり食べてね。はい、30回以上噛むようにジーヤにもいつも言われているのですが、どうにも自分せっかちで。まあ、素敵なジーヤさんね。不是谁会不喜欢明理姐啊！我的妈呀！夜分
哦，失礼いたします。こちらでお坊ちゃまがお世話になっておりますようで。おお、花岡、迎えに来てくれたのか。まあ二階堂くんのよくここがわかりましたね。それはもちろん GPS。还有随时追踪是吧？機関士の具合がちょうどここを通りかかったもので。ジーヤはいつだってどこにいても必ず迎えに来てくれるんだ。昔からそうだった。魔法みたいだ。主要还是担心他身体。ちょ二階堂、めっちゃ監視されてるんですけど、今その人 GPS って言った。絶対言ってた。これよろしかったら皆さんで。ご近所なのでもうご存知かもしれませんが、このお菓子私の大好物なんです。あらあら、すいません。まあ奇遇ですわ。私もこれ大好きなんです。すっごく。よかったらお上がりになって一緒に食べませんか？お茶入れます。よろしいので。では。どうぞどうぞ。ひな。啊，好漂亮啊！啊，哇，确实挺让我没想到的，就是明理姐的 type 是这样的类型。明理姐喜欢这种圆润丰满了、养胖了的那种感觉，或者说就是很喜欢这种软乎乎的感觉吧。不说二海棠这一集，尤其是牵着某某那一段，还是很帅气的，感觉也是很会照顾人的，哥哥感拉满。姐姐的脑洞也真的很可爱，完全就是一个小女生的心理状态，而且跟 Hina 一样，就是所有那种憧憬的表情都写在脸上了。而且明理姐跟二海棠的第一次约会都是在家里进行的呢。不过就是后半段来看的话，好像没有感觉出灵就是很有那种吃醋的感受，所以还不是很确定他到底对明理姐是个什么样的看法。但除非明理姐的这个取向上有大的转变，要不然的话，我感觉灵就没什么可能了呀，因为他完全跟二海棠不是一种感觉。但是我很欣慰的是，明显能感觉到男主在这一集对话都变得活泼了很多，整个人应该还是被治愈了许多了。而且现在他也逐渐也开始为家里添置家具了等等，就一切还是有向着好的方向发展。我现在还是倾向于他可能对明理姐更多的是家人这种依赖感吧，可能不是那种恋爱的感觉。这一集最击中我的还是 Hina 的这个失恋的故事吧，简直不要太真实了。真是让我想起太多以前的事儿了。就之前比较小的时候也单恋过一个人很久，虽然他没有就是Takahashi这么的高人气吧，但是他也有就是很多关系很好的异性，或者说是很多人都跟他很玩得来。然后呢，我也经常会感觉就是很有挫败感吧，然后也会心生一些自卑。然后我也有就是给他手做过一些东西，当然不是便当了，而且我们也住校嘛，虽然我的手也根本不巧，做出来的东西也就很一般吧，但是就是反正被他给扔掉了。然后后来呢，就我也有过就是亲手把自己做过的东西自己给扔掉，就像 Hina 这一集差点扔掉了便当一般。我真的觉得就是在 Hina 快要扔掉的时候，李莹她这样抓住了他，让他不要扔掉，这个时候绝对比那个高桥要帅100倍。我觉得如果我能遇到这么温柔的人，最开始也不必执念那么久吧。同样非常真实的就是妹妹 Hina 她会跟姐姐有个这种天然的心理的比较吧，就会觉得姐姐做什么都很完美，各方面都比她有魅力多了。但是就像她跟姐姐前面拌嘴，但是还是要找姐姐要生活费一般，最后她就是回到家里跟姐姐他们一起分享这个便当。这就是家人永远都会做你的一个温柔的港湾，真的不愧是长姐如母吧。我觉得姐姐她总是就回忆的时候想到自己的母亲和奶奶，也让我很心痛吧。尤其是她作为姐姐，她肯定是跟这些去世的家人待的时间更久嘛，思念也会更深一些。真的是非常非常希望，就是不管姐妹俩最后走向了谁，但是希望她们都能各自拥有非常非常美满和幸福的生活吧。那这期视频要结束了，我们下次再见了，拜拜。